僕のためしかやってないから未来が作れません。今週中で言ってたでしょ。いやあれはでも一番最悪な状態やって言ってんの。選ばれる気ないよ。そこで多分何かやっちゃって後から怒られるっていうのもちょっとかわいそうな話なのかな。お疲れ様です。今回ね、このね、早い時間から集まってもらったのは、すごい数の初回のね、流入があって、で、顧客数も増えてきて、で、お店がね、どんどん活性化してきてます。人たちのね、心もね、少しずつね、一つにまとまってきてる中で、たくさんお客様が流入するということは、そこに対してのお客様に対してのサービスを、よりね、高いね、レベルで提供しないといけません。この中で、誰かがヘルプ下手だよねじゃダメなのよ。この中で誰かが初回接客下手だよねはダメなのよ。全員がうまくないといけません、水準として。どうしたらそうなるかっていうところをきちんと教えていかないといけないなと思ってるんで、今回こういうね、講習をさせていただきます。その中で自分が一番大事にしているのは技術じゃないです。大前提として心があった上で技術がないとダメです。例えば料理を作る時にもね、お金を稼ぎたいから料理屋さん作るのか、たくさんのお客様に美味しい料理を提供して幸せになってほしいから料理屋さんを出すのか、全然意味合いが変わります。で、将来の意味も変わります。だからここにいるメンバーがただお金のためにやっていたらどうなるか分かる？先のお金のためにしかやってないから未来が作れません。ポストを上がろうと思った時で、お金はありましたになります。売れてましたになります。分かる？なので、まずはこの今週でね、きちんと心の部分をね、しっかりね、作っていけたらいいなと思うので、しっかり聞いてもらえたらなと思います。お願いします。本来のホスト業、どんな存在であるべきか。お金を払ってでも関係を作りたいなと思う存在です。で、お金を払ってでも関係を作りたい存在、ホスト業で言ったら何か、それは日常では経験できないことを提供してくれる存在です。持たなきゃいけないマインドを説明します。覚悟というのは、最強です。で、あと、素直ですね。で、素直、これなぜ素直にならないといけないかというと、素直って、素直じゃないと失敗します。ストレスはなぜ受けてしまうのかをまず理解をしてほしくて、物事を決めつけるからストレスになります。自分のために一生懸命話してくれてるかもしれないわけじゃん。わかる？ネガティブな決めつけがストレスになります。講習会はどう仕事に向き合うかをテーマに、軍神の実体験をベースに語られ、キャストは皆自身の売り上げを伸ばすヒントをつかもうとしていた。以上で、今回の、講習会終わります。本当に目の前のお客様を楽しませようとか、心があった上でそれが自然とできます。その心がないやつは見えます。出ちゃいます。その先の行動が心で決まるんだよということを理解しておいてください。流入もあって、お店もいい方向になってるんで、あとはその心を整えて、最高の店舗にしていきましょう。これで、講習会を終わります。ごめんです。初めて受けた軍神講習会にキャストは皆何を感じたのだろうか。が気になったというか、感銘を受けたのはメンタルの管理っていうところで、自分の機嫌は自分で取るっていうのはよく言うと思うんですけど、これからホストとしてどうっていうよりも、僕自身の人生にすごく影響を、受けて、生き方だったりとか、いろんな人生の価値観だったりとかをちょっといろいろ改めたいなと思いました。自分移籍者なんですけど、前のお店ではみんなで集まって講習とかなかったんで、お客様に対しての気持ちだったりとか、もちろん個人的な技術だったりとか、お客様のことを考えてたりとか、プレイヤーのこととか考えて自分の成長につながるような講習ことを教えてくださってたので、すごいお店に入ってきたんだなと思って。コスト始めるにあたってどうすればいいのかっていうのをしっかり言語化して伝えてくれてるんで、今まで経験とかで試行錯誤しながら得てきたものを分かりやすく伝えてくれてるんで、初めて間もない状態の新しく入ってきた子たちにとってはすごい有意義な機会なのかなっていうふうに感じました。今までのミストからやってきたメンツっていうのは講習とかもこういうのなかったんで、すごい貴重な機会だったなっていうふうに思ってます。だからじゃあね、結局俺らの意見なんて何も聞かないじゃないですか。そう言って俺らが何言っても結局これがこうだからこうで言いくるめられて、じゃあ俺らの意見でどこに行くんですか。今更手のひら返しされて全然納得できるわけないし、負け組と一緒やみたいな。みんなこだわり強い人たちも多いんで手についてです軍神とたびたび衝突する旧ミストを引っ張ってきた彼らは、
今回の講習をどう思ったのか。五木さんって何たけるかって言語化能力じゃないですか。感覚とかでホストってやる人多いんですよ。俺も感覚寄りのとこもあって、でもあれをやっぱり言葉で落とし込んでやっぱ言語化してくれるから、新人とかもそれ聞いて、あ、こういうことをイメージしてやってんだとか、これってなんでそういう風にやってんだを全部そこで知れるから、ああいう時間って俺すごいいいと思うんですよ。たびたび衝突することとかもいつだとあったと思うんですけど、それでもなんか認めてしまう部分みたいな。あの人のその実力だったり俺はもう全部認めてるですね。ただその中でやっぱルールだったりとかお店の方針を決める上での俺が戦わないといけないと思うタイミングってあるんですよ。だから言ってることは分かります。でもそれが実現できるかは別ですみたいなぶつかり方なんですよ、いつも。あの人自体のホスト力だったりとか、やっぱり教育面だったりマネジメントっていうのは俺すごいなって実際思ってますよ。はい、俺もホストとして売れたいですし、っていうのはあります。はい、上から目線とか関係なくめっちゃ頭いいなと思ってます。当てはまることがすごい何個かあって、自分は結構刺さった部分が結構あったんで、五木さんだから言えることだなとも思ったし、教えてもらわずに独学でやってその上で結果を出すっていうのがミストだったので、教えてもらえないんなら俺らでやって結果残してやれよって感じだったんで、何もこっち側が対価を支払ってないのに教えてくれるのってやっぱ自分だったらできないし、だって教えるんだから。基礎のことから教えてくれてるんですけど、なんか当たり前のことってみんな忘れがちというか、新人の子たちが聞いた時に落とし込めるか込めないかっていうそこの部分ってすごい難しいですよね。やっぱり自分より売れてる人と一緒に働けたりだとか、その人の意見を聞くっていう機会が今までなかったんで、自分のレベルが上がったかなっていうすごい貴重な時間だったんで。芝で初めての軍神講習会は店全体に確かな良い影響を与えた。営業開始前、店内では掃除が行われる中、移籍組の葵と伊代が新人教育隊である秋と白を呼び出した。相手のためを思って伝えるっていうのと、教える内容に関しては人それぞれ違うじゃん。日常的に間違うことばっかりじゃん、みんな。そこを正してあげればいいんじゃないかなって思う。俺は強く言う弱く言うっていうなんか概念じゃなくて、結局さ、女の子もそうだしさ、キャストもそうだし、俺らが運営を動かしたい時もそうだし、自分たちからやりたいとか目的に対して熱量がないとさ、続かなかったりさ、なるべくサボろうとするんですよ。例えばヘルプつかないやつがいたらヘルプつけよう、そういう言い方よりもさ、ついて盛り上げてた方がかっこよくないみたいな。ただ強い言い方で刺さるんだったら強い言い方でいいと思うし、かっこいいとかやりたいと思うんだよ。湊さんと、僕らの言い方って、言ってることは同じかもしれないけど、対照的、言い方が対照的みたいな印象があって、今ちょっと芝になってお店の状況が忙しくなってきて、今日どっかの宅で誰々がこういうこと言っちゃいました、やっちゃいましたっていうのがその日の営業終わりに入ってきて、それに防げるとかっていうのがない状況だったりとか、初回とかも多く入ってきてくれてる中で、その新人の子一人で確率つけなきゃいけない状況であったりっていうのが生まれちゃってるんで、そこで多分何かやっちゃった後から怒られるっていうのもちょっとかわいそうな話なんですよ。ある程度結構成長してきてると思うから、男の子全然俺はヘルプついてそんなに問題ないかなと俺は思ってるんだけど、でも他にそういうのが出てるんだったら、その子たちだけ重点的にちょっとマンツにならないようにしてあげて、俺もなんか発言ちょっと意図してなくてでもミスっちゃったりあるから、そのミスを強く言われすぎてミスれなくなってるから、結局何も喋らないっていう状態になっちゃってると思うよ。明らかやばいとかなら良くないけど、ある程度なんかミスっちゃって自分の中で後悔しても絶対次はやんないっていう経験もすごい大切だと思うから、ミスらせはしないけど、でもなんかチャレンジできる環境にはしていきたいなみたいな。ちょっと大変かもしれないけど頑張っていこうよ。お願いします。お願いします。葵、伊代の移籍組も軍神と築き上げてきた成功体験をもとに積極的に助言していた。軍神が先頭に立って全体を鼓舞する。その姿に負けじとついていくように運営やキャストは店舗のために行動をするようになった。爆弾なんかついてくるもんだからさ、気分が悪いのもわかるけど、もうそんなに流されなくていいから切り替えるしかないから、そこに飲まれないようにして。
早めにそれが経験できたのがまだ良かったですね。だと思うよ。頑張ろうっつってオーディション組だからっつってペラ振ってそしたら爆弾されて、同じような思いして同じようなさ気持ちで東京まで出てきてるのに、それでなんでそれができるのかちょっとわかんない。俺からしたら芝となって初めて起きた爆弾事件。自身も過去に爆弾の被害に遭い、その辛さを知っているレイは昇進の聖夜に積極的に寄り添おうとしていた。どうなん最近初回は連想しちゃってるっすね。自分のスタイルだったり、やっぱ自信出していけてないのが、今回の件とかあって、なんかよりちょっとやっぱ下がっちゃったりして。まあでも今回の件を見てお前がなんか悪いとかじゃないから、まだお前も始めたばっかりそのさ自信がないのも分かるけど、別になくてもいいけど自信あるふりで一回言っちゃった方がいいから、俺ちょっと見てるからさ、タイミングで言ってよ。ありがとうございます。ご一緒いいですか。はじめまして、せいやです。お願いします。新人でまだ入ったばっかなんだけど、ちゃんと接客できてるから、新人のビッグウェーブが当たり前じゃないですか。ここ大事。ここ大事。九州男児なんですよ僕。だから自信持ってきてます。新人でなんていうの、こんだけ自信あるやついないから。自信ある人の方が良くない？そんなことないよ。男ってのが一番いいもんね。やっぱ自信ないとやっていけないっすよね。素晴らしい。なるほど。でなよなよしてるよりいいじゃんね。何が良くなかったと思う？大人っぽい方だったけど、僕は逆に自信持ってこっちに来ましたっていうのをアピールして応援してもらうっていうので行こうっていうスタイルで行ったんですけど、自信あるんだよねって言い過ぎだしさ、そんな自信あるやつそんな自信あるようなことを何回も言わないと思うし、あの女の子ソフトクラブさ初めてじゃないのはなんとなく雰囲気的に分かったでしょ。でそんな女の子性がさ、今新人だけど俺新人なんすよなんて自分から言ってさ、似たような会話するわけじゃん。いいじゃないから、ちょっとここで考えて話しないと誰ともさ変わんないからさ、選ばれることないよ。お前ちょっと緊張してちゃんとしよう。大丈夫？はい、ありがとうございます。失礼します。はじめまして。ふうかって言います。あ、お願いします。めっちゃ若そうですね。あ、若いかも、ちょっと。10代？いや、さすがにないか。まあ10代に見えるなら10代なんだよ。うん。だから顔のタイプとかあるじゃん、可愛い系、かっこいい系みたいなのもあるじゃん。で、どっちがいいとかある？可愛い系なんだ。俺可愛い系じゃん。だよね。でも刺さってるよね。でも俺も着く前に見てめっちゃ可愛いって思ってたし、はい、ほら、ホスだからとか思ってるでしょ。いや俺お世辞言えないのよマジで。顔ももちろん綺麗だけど IQ もそこにあるから、可愛い人がさ IQ あるともう最強じゃん。そうだから俺もめっちゃいいと思う。ね、こんなにさ顔整っててさ IQ もあったらさ、男ほっとかないでしょ。ほら、相手を褒めるんだったら、エビデンス持って褒めないと、この人は本当にそう思ってくれてるんだにならないでしょ。ならないっすね。だからそこにちゃんと持っていくこと。はい。あとあれだろう、今週中で言ってたでしょ。いやあれはじゃねえよ。あれは、なんでねあれは本当に眠くなっちゃいました。ちょっと言うけどね、見せ方が大事なんだよ。ちゃんと聞いてないけど聞いてるように見えるやつと、ちゃんと聞いてるけど聞いてないように見えるやつ、どっちがいい？ちゃんと聞いてないけど聞いてるように見える人方が周りから好かれる。周りからしたら一番いいのはちゃんと聞いてて聞いてるように見える人、これが一番もちろんベストだよ。はい。でも一番最悪な状態やって言ってんの。聞いてなさそうで聞いてない。あ、違う、寝てるってもうそういうことですもんね。それをしてる時点で、もし俺女の子だったらもう二度とお金使えない。俺の前でそういうミスをするってことは女の子の前でミスしてるから、覚悟がないし気持ちがね、絶対やってやるっていう、それの力もなる。はい、終わりました。いろんな人がまあでもそうですね、千葉はアドバイスしてくれるんで、すごく成長するのが早いお店だなって思いますね。新人の教育とかもしっかりとできてるんで、新人の子たちの振り上げスピードとかもめっちゃ高いと思うんで、千葉のいいところなのかなって思いますね。
新人感が全然出てないのをいいと思ったよ。はい。俺と喋って手突っ込むんですよ。爆弾とか爆弾なかった。ちなみに。LINE 聞いてもいいですか？なしで。ひどい。ひどい。本当にひどい。この度歌舞伎町 TV では YouTube の編集ディレクターを募集しております。共にこのホスト業界を盛り上げ、動画を編集してくださる方を募集しております。そしてなんと今回事業拡大に伴い TikTok の編集ディレクターも募集しています。本気の情熱を持っている方、ぜひお待ちしております。詳細は概要欄をご覧ください。